おはようございます。メリカミ太一です。今日は休日のおうちご飯を紹介します。子牛フィレ肉を使ったピカータ、簡単にできるソーストマト、ガルニチュールはショートパスタコキエットを使ったガルニチュールになります。それでは一緒に作っていきましょう。目にフィレドボ、子牛のフィレ肉の掃除をしていきます。この詳しく解説した動画は前に上げてますので、そちらを参考にしてください。今回フィレドボーですけども、このフィレドボー、子牛はなかなか日本では手に入りにくいと思います。ですから豚のフィレなどを使っても非常に美味しくできますので、それでも試してみてください。まずこのように薄皮を取った後、横についているかぶりを取り除きます。あとは見えている脂筋をきれいに取り除いていきます。手で取れるところはこのように手で取ってもらっても構わないです。あとよく切れる包丁を使って筋を取り除いていきます。基本的に四つ足の動物はフィレの形は全て一緒です。ですので今回子牛ちょうどいい手頃なサイズですけども、豚だとより小さくなりますし、もちろん牛フィレだとより大きくなります。また牛フィレも他に動画がありますので、そちらを参考にしてください。ですけども基本的に掃除の仕方は四つ足の動物だと全て一緒です。掃除が終わったので食べやすいサイズに切っていきます。このようにある程度厚い感じでスライスしていきます。できるだけ同じ厚さで切り揃えます。こうすることによって火を入れた時に均等にきっちりと同じように火が入ります。それではピカータのアパレルを作っていきます。そのために今回用意したチーズはコンテになります。コンテの代わりにパルメジャーノなどを使っても非常に美味しいです。いろいろなチーズで試してみてください。適当な大きさに切って、もちろん周りの皮は取り外します。いつものラペ機でラペおろしていきます。このラペ機すりおろし器ですけども非常に便利です。また他にもキャロットラペ、セロリラペ、じゃがいものギャレットなどにも使ったりしていますので、その動画を見てみてください。このラペ機見つけたらぜひ購入してください。次によく洗って水気を切ったイタリアンパセリの葉っぱをコンカッセにしていきます。香草を切る時もよく切れる包丁を使ってください。切れない包丁を使ってしまうと繊維を潰してしまって水が出てきて風味が飛んでしまいます。よく切れる包丁だとこのようにまな板に緑色の汁がついたりしません。最後にアパレイユに入れる卵を割っていきます。卵をよくほぐしたところに先ほど用意したガルニチュールと、あと今回は黒胡椒です。もちろん塩を入れてもいいですけども、チーズが入るので塩は後で調節した方がいいと思います。きっちり卵を溶きほぐした中に先ほどラペにしたコンテチーズを入れます。今回はパセリを使いましたけども、その代わりにバジル、セルフィーユ、シブレットなどを入れても非常に美味しいです。もちろんソージュなんかを刻んで入れても非常に美味しいので試してみてください。それでは焼いていく前にきっちりと汗染め、塩コショウで下味をつけていきます。この時両面きっちり汗染めしてください。焼く直前に塩をする、汗染めする理由ですけども、前もってしてしまうと水が出てきてしまいます。ですので焼く直前に汗染めをしっかりしてください。これも焼く直前に粉を全体的に振るいます。この粉ですけどもよく肉につけてよくはたいてください。この粉をつける作業ですけどもアパレルがつきやすくなります。原理としてはパネアラングレーズ、パン粉をつけるときに粉、卵、パン粉でつける要領と変わりません。粉がないとアパレルがつきにくいので、粉をきっちりつけてきっちりはたいて、最後アパレルに入れて温めたフライパンにオリーブオイルを入れたところに置いていきます。
イメージとしては天ぷらを揚げる要領で衣をまとわせて焼いていきます。火加減は中火を保ちながら焼いていきます。結構早めに色がついてしまいますので、じっくり焼いていかないと中が生焼けになってしまいます。最後このようにきっちりとアパレルを使い切って上からかけてじっくりと焼いていきます。このようにきれいに色がついたらひっくり返していきます。ひっくり返したら同じように火を入れていきます。焦げないように注意してください。最後火が入る直前にバターを入れてゆっくりとバターの風味を移しながらムース状になっているバターの中でキュイソン仕上げていきます。やはり料理の仕上げにはソースが必要だと思いますので、簡単に作れるソースを紹介します。ケチャップで食べるのも美味しいですけども、ソースがあった方がより美味しいので、市販のトマト、クーリートマトですね、トマトのピューレに塩コショウ、ちょっとだけケチャップでほんの少し砂糖を入れて、あとはバター、あと美味しいオリーブオイルを入れます。この時点でまだ火にはかけていません。すべての材料を鍋に入れて、最後少しだけ水もしくはブイヨン・ド・ボライユ、鶏のだし汁を入れて火にかけていきます。ここでまず一沸かしさして、あとはバーミキサーで回していきます。よくミキサーで回した後、味を確かめて軽く塩をします。今回最後仕上げにタバスコを入れます。タバスコを入れることによって酸味と辛みがあってソースが締まります。最後もう一度味を確かめてください。最後にガルニチュール、付け合わせを作っていきます。今回フランス人が大好きなコキエットを紹介したいと思います。ただ湯がくだけじゃなくて非常に美味しいコキエットを紹介します。まず玉ねぎをしずれ、よく切れる包丁を使ってしずれにします。その後鍋にオリーブオイルを入れて、先ほど切った玉ねぎのしずれを入れて軽く塩をしてよく炒めていきます。まずここで玉ねぎきっちり酒へ、色をつけずに火を入れていきます。今回使うコキエットはバリラのコキエットを使います。きっちりとシュエができたらそこにコキエットを入れます。塩コショウで汗止めしたら全体になじむようによく混ぜます。その後リゾットと同じ要領で温かいブイヨンを入れていきます。またブイヨンのボライは他に動画がありますので、そちらを参考にしてください。この時重要なことは最初のうちにきっちりと塩コショウで味をつけることです。パスタなどは最初に湯がく時に水が入っていきますので、その時に塩をきっちりしていないと後から足してしまうと表面に塩が乗るだけで中にきっちりと味が入りません。リゾットもそうですけども、最初にきっちりと塩コショウで汗止めしてください。あとはリゾットと同じように液体がなくなってくるたんびにブイヨンのボライを入れて、パスタ好みの硬さまで火を入れていきます。基本的にこのショートパスタコキエットはビアンキュで食べますので、あまり気にせずアルデンテにせずに仕上げていきます。
最後火が入ったらフレッシュバターを入れてモンテリエしていきます。バターモンテと同じ要領で残っている液体とバターを乳化させてコキエットを仕上げていきます。味見をして味を確かめて美味しければ最後チーズラペ、コンテラペですね。今回コンテを使いましたけどもパルメザンでも構いません。チーズを入れて最後仕上げていきます。このようによく混ぜてやるとこのようになんとなくリエされているのがわかると思います。濃度がついてきます。これでコキエットの完成になります。それではドレッセ盛り付けていきます。温めたお皿にフィレ・ド・ヴォーを置いて、あとは簡単ソースをかけて完成です。今回コキエットは横に添えようと思います。最後上から粗挽きの黒胡椒をかけます。これにペストなんかを上からかけても美味しいですし、バジルなんかを飾っても非常に美味しいと思います。横に先ほどのコキエットをお皿に盛り付けて上からチーズを軽くかけて完成になります。それではお疲れ様でした。ボナペティ。